水の音に導かれるように京都北部へ。海と山に抱かれたこの地で、そっと心に寄り添う静寂の空間。今回は最近見つけたお気に入りのお宿をご紹介いたします。こんにちは、ぴょんです。京都の日本海側、ひょうたん越しの夕日ヶ浦温泉に参りました。本日お世話になるのは、もう一つの京都、武城宗庵さんです。1日6組のみの隠れ家的お宿で、客室はすべて離れの一戸建てスタイルで構成されています。チェックインは14時。レセプション棟の役割をしている寄り付きで手続きを行います。お茶室のような静かな空間です。自家製の上与まんじゅうとご抹茶が供されました。古都とは異なる趣で海と共に生きてきた地、丹後。豊かな自然と季節の移ろいに抱かれ、海の恵みを受けてきたこの地は、かつて大陸との交流の玄関口として栄え、都の食文化を支えてきたもう一つの京都です。客室数は全6室、客室の種類は2種類あります。全室露天風呂付きの独立した離れで、そのうち1棟が特別室、5棟がスタンダードなタイプです。今回はスタンダードなルームカテゴリーを予約し、銀線という名前のお部屋に通されました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。こちらのお部屋は約70平米の広さがあり、和室、リビング、ベッドルーム、そして温泉露天風呂まで備えたゆとりある作りとなっています。この和室は8畳です。優しい照明と落ち着いたトーンの配色で居心地の良さを感じます。襖を開いてみると、中にはサムエや旅ソックス、浴衣が用意されていました。細かくサイズ分けされていて、複数枚あります。雨が降る日であっても、室内で楽しいひとときを過ごせるよう、ちょっとした玩具も備えられています。続いて、リビングスペースへ参りましょう。こちらは2面に大きな窓が設けられており、窓を開け放つと、外の景色と心地よい空気を取り込むことができます。実際の広さ以上に開放感があり、のんびりしたくなる空間です。そして一角にはドリンクコーナーが用意されています。紅茶や湯沸かしケトルが置かれており、コーヒーマシンはネスプレッソです。その下には冷蔵庫が備えられています。中に用意されているお飲み物はすべて追加料金なしでいただけます。この夕日ヶ浦温泉エリアは、弁当忘れても傘忘れるなと語り継がれるほど雨の多い地域。しとしとと降る雨が丹後の海と山を潤し、豊かな四季の移ろいや旬の恵みを育んできました。雨を慈しみ、心を鎮める時間が緩やかに流れる大人のための祈りです。それぞれの客室には雨に関係する名前が付けられています。
しかし今回は運の良いことに、前日まで降っていた雨が止み、爽やかな風が通り抜ける五月晴れです。こちらへ来る途中に買った地元のジャージー牛乳とともにお部屋のコーヒーをいただきます。続いてお隣の寝室をご案内いたします。こちらの和室にはゆったりとしたセミダブルサイズのベッドが2台整えられています。枕元にはコンセントに加え USB-A と USB-C の充電ポートも備えられており、スマートフォンや電子機器の充電にも便利です。また、こちらの寝室側にも独立したクローゼットが備わっています。和の趣を感じながらも、現代的な使いやすさがしっかりと取り入れられた居心地の良いお部屋です。お隣の洗面スペースへ進んでいきましょう。洗面台は2人でもゆったりと身支度ができるダブルシンク仕様。広々としたカウンターが確保されており、朝の準備も快適に行えそうです。そして充実したアメニティの数々が目に入ります。基礎化粧品は沖縄の自然の恵みである月桃を用いたオーガニックコスメブランドヌハク。その他にも歯ブラシセットをはじめ、ヘアゴムやヘアバンド、お口をすっきりとさせるマウスウォッシュ、カミソリとシェービングフォーム、シャワーキャップ、ボディタオル、ヘアブラシにコットンや綿棒など必要なものが細やかに取り揃えられています。ふんわりとした心地よい肌触りのガウンやバスタオル類も十分に備えられており、湯上がりも快適です。ドライヤーは圧倒的な風量を誇るダイソンが採用されています。シャンプー類は植物療法と先進のサイエンスを融合させた日本のライフケアブランドワヒトのものです。それではお待ちかねの客室露天風呂へとご案内いたします。扉を開けると、そこには優美な景色とともに、心地よい湯煙が立ち込める贅沢な空間が広がっています。こちらの温泉の泉質はアルカリ性単純温泉です。肌当たりが柔らかく、優しく包み込んでくれるような湯触りが特徴です。刺激が少ないため、ゆっくりと安心して入浴でき、お肌の表面をすべすべに整えてくれる美肌の湯としても知られています。風の音や季節の気配に耳を傾けながら、好きな時間に何度でも温泉を楽しめるのは、露天風呂付き客室ならではの魅力です。お風呂上がりには、冷蔵庫に入っていた洋梨のお酒をいただきました。敷地内を散策してまいりましょう。中庭にはホタルの舞う水のきれいな池があり、その奥に読書灯の草枕が佇んでいます。こじんまりとした落ち着くスペースで森の中でリラックスして読書ができます。武城草庵を運営する花松園グループは、それぞれ異なる魅力を持つ7つのお宿を展開しており、そのうちの花松園と別邸風花は武城草庵と敷地がつながっています。花松園はカップル、ご夫婦、ご家族、団体など幅広い年代に対応可能な総合力を持つ温泉ホテルで、客室数が多く価格帯はリーズナブルです。別邸風花は和とリゾートをコンセプトに掲げた大人のためのお宿で、花松園よりワンランク上の上質さと武城草庵よりも利用しやすいお手頃な価格を兼ね備えています。
武城草庵の宿泊者はお隣の花松園や別邸風花の共有施設も利用することが可能です。別邸風花の大浴場、夕風に参りました。竹林を望む静かな空間に設けられた内湯で、夕日ヶ浦温泉の柔らかな湯を心ゆくまで堪能できます。エレベーターで最上階の8階に上がってきました。扉が開くと目の前に広がるのがラウンジテラス青です。夕日ヶ浦海岸を一望する圧巻の大パノラマを堪能できます。ふとテラスから下へ目を向けると、今私が宿泊している武城草庵の建物も見えました。目の前を遮るもののない最上階からの景色は開放感があります。ここ、夕日ヶ浦海岸は日本の夕日百選にも選ばれた関西屈指の有形スポットです。水平線へと沈む美しい夕日がこのラウンジを特等席へと変えてくれます。壁に飾られているのは京都府綾部市在住の和紙職人、畑野渡氏による作品です。さて、カウンターを見てみましょう。たくさんのドリンクやフィンガードルチェ、スナックがずらりと並んでいます。これらの食べ物やアルコールを含むお飲み物はすべて追加料金なしで自由に好きなだけいただけます。15時から17時まではカフェタイム。まずは入れたてのコーヒーとお菓子をいただいてほっと一休み。その後は生ビールサーバーから注ぎたての一杯をいただきました。17時を迎えるとより雰囲気のあるラウンジタイムへ。スタッフの方が夕日をイメージしたカクテルを作ってくださいました。ゆったりとした時間の中で美しい景色を眺める贅沢なひととき。本当に素晴らしいお宿です。夕食の会場となるのは、2025年7月に全面建て替えが行われたお食事処の天津水です。全室が独立した完全個室となっており、周囲を気にせず、ゆっくりとお食事を楽しむことができます。開始時間は18時から19時の間で選べました。と料理のコンセプトは海の京料理です。まず最初に運ばれてきたのは地元で採れたばかりの大きな岩牡蠣です。その立派な佇まいに心が躍ります。濃厚でクリーミーな海の旨みが口いっぱいに広がります。続いて、丹後の口取りと題された目にも鮮やかな前菜の盛り合わせが届きました。一品一品に職人の繊細な技が光り、丹後の春の豊かさを目と舌で存分に味わうことができます。自家製のからすみは極めて控えめな塩味で仕上げられていて、素材本来の風味が生かされています。ホクホクとしたそら豆と優しい甘さの卵カステラ。お酒のあてにぴったりなホタルイカの塩辛。フグの皮である鉄皮のポン酢あえ。香り豊かなタケノコと白バイ貝の木の芽あえ。ちまきの中にはマトウダイの昆布締めのお寿司が入っています。
ここで驚きのことが。夕日が格別に綺麗だからとお食事を一旦中断して姉妹館風花のラウンジへご案内してくださいました。コースの途中で離席するのは申し訳なく感じましたが、めったにない美しさだからとお宿の方が提案してくださったのです。8階のラウンジ青へ向かうと、そこには息を飲むほど美しい夕焼けが広がっています。おかげさまで忘れられない最高の思い出になりました。茜色の空が美しく広がる中、静かな余韻を感じながら、再びお食事処へと戻ります。戸作りは美しく透き通る氷の器に盛り付けられた目にも涼やかな一皿。器の中にはプリッとしたボタンエビ、旨味の詰まった京味、濃厚な伊勢の鬼、そして米津と呼ばれる地魚が並びます。この地域ではキジハタのことを米津と呼ぶそうで、土地ならではの呼び名にも旅の風情を感じました。続いての煮物はタケノコの田舎煮。2名分が1つの器に盛り付けられており、目の前で取り分けてくださいます。焼き物はのどぐろの塩焼き。塩味は薄く、素材そのものの味です。キャラぶきと椎茸の黄身からしあえが手前に添えられています。シー魚は京都牛のフィレ。しっとりと柔らかな肉質に合わせるのはバルサミコ酢と大徳寺納豆を合わせたソースです。お食事は鯛と幅のりの炊き込みご飯です。土鍋でふっくらと炊き上げられたご飯には鯛の旨味とともにごぼうと人参、そして風味豊かな幅のりが混ざり合っています。高出しも丁寧なお出汁を感じ、最後まで心が満たされる締めくくりとなりました。デザートは桑の葉のプリンと地元産のいちご、ケンシロウです。ケンシロウは一般的ないちごとは食感が異なっており、新鮮な驚きがありました。接客が柔らかく丁寧で思いやりに満ちており、大変素晴らしい時間を過ごさせていただきました。そしてどのお料理もセンスが高く、本当に美味しかったです。嬉しいお心遣いとして、土鍋のご飯で食べきれなかった分を、お夜食用にとおにぎりにしてお部屋まで届けてくださいました。客室の温泉を堪能し、心地よい余韻に包まれながらゆっくりと眠りにつきます。目覚めると鳥のさえずりが聞こえる爽やかな朝。朝食は昨晩と同じお食事処の雨津水へ。個室の落ち着いた空間でゆったりと朝食をいただきます。予約の時間に合わせて美しく朝食が整えられています。地元ならではの食材を生かした味わい深いお料理で、魚介類はすぐ近くの海で水揚げされた新鮮なものです。木箱の中には少しずつ盛り付けられた彩り豊かな6種類のお料理が並んでいます。焼き物やご飯などの温かいお料理は席に着いてから出来たてを運んでくださいます。旨味と肝の苦味が上品な味わいの小豆貝とプリッとした食感を感じる新鮮なホウボウのお刺身。切り干し大根、高菜じゃこ、返りちりめんかぼちゃ、ホタルイカのしぐれ煮といった丁寧に作られたおかずが舌を楽しませてくれます。
新鮮な田舎野菜サラダは自家製ドレッシングが素材の美味しさを優しく引き立ててくれます。新玉ねぎときのこのお味噌汁は素敵な卓上コンロで温めながらいただきます。ふっくらと炊きたての丹後コシヒカリ。と料理がとても美味しく、ご飯が進みます。香ばしく焼き上げられたエテカレーの干物とふんわりとしただし巻き卵。エテカレーは上質な脂が乗っていて、だし巻き卵は優しい味わいです。食後のデザートは金柑、いちご、キウイが贅沢に入った地元産のジャージーヨーグルトです。生けられているお花が昨晩と違うものに変わっていたり、さりげない部分までお宿の心遣いが感じられます。ゆっくりと流れる時間を味わい、右上草庵で過ごしたひとときは静けさとぬくもりに満ちた心に残る滞在となりました。今回は近隣でおすすめの観光スポットもご紹介いたします。まずはじめに、お宿から車で1時間くらいの場所にある伊根の船屋です。海側から見る景色が圧巻ですので、ぜひ遊覧船に乗ってみてください。伊根の船屋は、日本でも極めて珍しい伝統的な建築様式の建物群です。伊根湾の海岸線、およそ 5km にわたり、約230軒の船屋が立ち並んでいます。船屋が立ち並ぶ伊根湾は、湾の入り口を島々が囲む天然の良港で、波が非常に穏やかなことから、湖のような海とも表現されます。このような穏やかな海だからこそ、海際ギリギリまで船屋を建てることができ、現在の美しい景観が生まれたのです。これらの伝統的な街並みと漁村の生活文化が極めて貴重であるとして、国の重要伝統的建造物群選定地区に登録されています。続いては、日本三景の一つとして知られる蒲の橋立です。戸宿から車で50分ほど。その名は、まるで天へかかる橋のように見えることに由来しています。波や海流が運んだ砂が数千年もの歳月をかけて積み重なり、自然の力だけで生み出された奇跡の絶景です。京都北部の絶景を巡った後、京都市内にも滞在しました。以前から訪れてみたかった瑠璃光院です。新幹線京都駅から40分くらいの場所にあります。瑠璃光院は通常は非公開で、春夏秋の特別拝観期間にのみ、その美しい内部に足を踏み入れることができます。瑠璃光院という字号は、極楽浄土の宝とされ、深い青色を放つ鉱物、ラピスラズリにちなんで名付けられました。見どころは2階にある黒漆塗りの机に映り込む庭園の景色です。磨き上げられた机が鏡のような役割を果たし、幻想的な世界を映し出します。四季折々に表情を変える庭園と静けさに包まれた空間は、日常を離れ、心穏やかなひとときを過ごすことができる特別な場所です。京都の魅力は尽きることがありません。皆様のお気に入りの場所やおすすめの観光スポットもぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。アクセスについてご案内いたします。
武城草庵は京都府の日本海側、京丹後市夕日ヶ浦温泉に位置しています。京都市内、大阪市内からは電車でも車でもおよそ2時間半ほどです。今回私たちは京都駅でレンタカーをし、車でこちらまで参りました。東京から京都までは東海道新幹線ののぞみで2時間15分前後。通常期における片道1名あたりの定価は、グリーン車が約1万9000円、普通車指定席が約1万4000円となっています。それでは、料金の発表に参ります。この動画がご参考になりましたらいいねを、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。武城草庵の温泉露天風呂付き、離れのお部屋。客室の露天風呂がとても広々していて最高でした。隣接している姉妹館を自由に利用でき、館内施設も充実しています。そして非常に美味しい夕食と朝食の2食付き、1泊2日、大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は10万3000円でした。お食事が美味しく、接客が丁寧で、とても素晴らしいお宿でした。一緒に行きたい方へ、この動画をシェアしていただきますと、旅行のイメージが共有できますのでおすすめです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。